こんな手前で。頭から肛門と肛門から尻尾で骨の入りが違う。まあ骨がこう入ってるんですよ。8の字にずらーっと。グロテスクな顔のね、長野とかがすげえ美味しかった。とっても美味しかった。思ってるより100倍ぐらい美味しかったですよ。誠にありがとうございます。何本いってます？10本で10本。はい、1300円。ポイントはないんでね。はい。はい、どうもありがとうございます。これはもうくっつけていい場所だとこれ1個で大体5匹食べに入ります。歩けた。抜ける、めちゃくちゃ抜ける。でかい。うわー、抜けた。外してや。はい。あ、いる。いますね。回す。ここは外れ。ああ、外れです。そこ気をつけて。ちっちゃいなね。おお。
おお、びっくりした。なんだお前。そうですね。1日で週20キロとか使うんですよ。100匹とかいると20キロ使うんですよ。これがワメウツボ。日本には125種類って言われてます。で、世界入れて今250種類って言われてます。伊豆にいるには他にももう何種類かいます。はい。トラウツボ、コケウツボとか、ハワイウツボとかいろいろ。僕的にはこれ一番だと思います。はい。よし。時間かかりましたね。どういう骨の入り、ウツボのあと体ですよね。どういう構造してるんだろうっていうのを研究するために1匹1時間かけて、それは3匹やったんですね。で3時間やって、こういう感じか。でそこから4匹目は5分。独学ですね。魚は骨の位置さえ覚えれば、毎回じゃあ取れるウツボが骨の位置が変わるかっつったら絶対変わらないんで、だから骨の位置さえ覚えちゃえば誰でもできるタイプです。魚触ってる人で2時間、もうちょっと触ってる人で1時間でも早い方ですかね。普通の魚って骨が出て、ね、骨抜きで抜けるんですけど、ウツボの場合は骨身に埋まっちゃってるんで、昔はやっぱ食べてたみたいなんですよ。だから結構やっぱいろんな漁協とかでもウツボでやっぱ取れるんで、静岡だけじゃなくて神奈川県とか東京もそうですけど、1回はやってるんですよね。でもやっぱり骨が残った状態で販売して売れ行きが悪い。買ったお客さんとか骨で取りながら食べるんで、もうそこだけの問題でしたね。
ウツボが噛む力が強い理由がね、2つ目の顎なんですよ。ここにもこう顎が、第2の顎が、ここから丸飲みして、この2つ目のこの顎の歯みたいなギザギザで細かくしてるっていうか、すごい。お店で使うならこの後蒸したり炙ったり味付けしたりとか、はい。もうウツボの仕入れ先がなかったんですよ当時。全く市場にも出てないし、漁師も持ってないしみたいな。たまたま網に引っかかっても 2,3 匹なんで継続的にはできないなっていうのがあって、これ誰でも釣れる魚なんで、じゃあ釣ればいいみたいな。よく売られてる干物ですね。これであと干す。はい。ポイントとしては、まあ骨がこう入ってるんですよ。8の字にずらーっとすんなり包丁入るんですよ。骨あるやつは骨がゴリゴリ。頭から肛門と肛門から尻尾で骨の入りが違う。ただ何が違うかって、頭から肛門は骨が入ってるのが1枚の身に対して1箇所ずつなんですよ。こう入ってる。でも肛門から尻尾は4箇所。はい。今普通に包丁入れてるんですけど、身の表面触っても骨を感じないじゃないですか。これ骨なんですよ。見づらいですかね。骨のあった跡、これがまだ骨取ってない身です。はい、これを骨取った身です。こっちは。あれが全国どこ探しても本当になくて、骨がない。普通の骨ありを売ってるんですけど、骨がないの絶対的に売ってないんですよ。本当にうちだけ、どこ探しても。でこの干物の注文が今結構殺到してるんで。新しいお客さんは新しい油でね、お出迎えしないとですね。はい、失礼します。
もう本当にうちが刺身で使ってるのが1キロに対して250から300グラムしか取れない貴重ですね。でこれはもう3日寝かしてます。いつも寝かした方がまあうまみが増すっていうか。でこの壺は伊勢海老食ってるんで、食べるもので体が変わる。いいもん食ってればいいね、物質っていうか美味しいになりますし、これは蒸します。はい。これ大体3度漬けぐらいでじっくり焼きます。これはちょうどたたきです。ですね、刺身。はい。駐車場って何番に止めてるの？ 16、17、18です。嫁さん。どうぞ。じゃあよろしいですか。どうぞ。はい、もしもし。ご来店って感じになっちゃうんですけど、ウツボの唐揚げで、唐揚げ、はい、天ぷらとあと単品でギャング揚げ。ギャング揚げ。じゃあとりあえずいいようで。はい、ありがとうございます。まだテンパってないです。はい。はい。それと単品でギャング。はい。以上で。はい、ありがとうございます。出てる。あ、びっくりした。
結構食えてたし。あ、もう立ってない。普通のお味噌汁。ご予約されてます。とりあえず今待ちになっちゃうんですよ。お願いします。すみません。お願いします。味噌汁。よし。ランチでセットですね。私のフライになります。すごい。ランチでセットで。あ、セットで。はい。
はい、もしもし。みりん最強天ぷらがひつまぶし。みりん干しですね。はい。最強です。唐揚げと天ぷらとじゃがりを頼む。3,700円になります。今日は神奈川の相模原から来ました。とっても美味しかった。高知出身なのでウツボには馴染みがあってずっと探していて、やっとこちらがオープンしたっていうのを発見してきました。最強で思ってるより100倍ぐらい美味しかったですよ。いや美味しかった。グロテスクな顔のね中のところがすげえ美味しかった。満足です。蒲焼きはうなぎそのものって感じなんでね、お腹いっぱいです。満足です。あ、すみません、伊藤市の坪です。お席ご準備できましたので、はい、お待ちしております。はい。天ぷら。はい。もうちょっとお時間いただきます。キャングそれで終わりきよ。残念です。なかなかそのウツボってまだまだ食べれるっていうあれで、認知が薄いんで、ウツボだけで勝負をするっていうとこはなかなかないのかなっていうのは、ウツボの美味しさも簡単に言えば僕的には魚で一番美味しいのかなっていうのはありますね。で魅力はもう本当に栄養素がものすごい高い。鶏胸肉よりも高タンパク低カロリー、需要競争とか美肌効果とかアルギニンがすっぽんの5倍とか、そういう面ではすごい強みになります。最終的にはそうですね、日本から世界へもう粒一本で、はい。
にも楽しみがないですよ。仕事の楽しみが一番楽しい。まあ他になんか旅行行ったりね、お酒飲んだりしてもすごい楽しいですけど、その中でもダントツトップなのが今やってることが一番楽しい。何キロぐらいですかこれ10.1 です。これ皮ね。これあんきますね。どうですか。いい口ですね。これ心臓ですね。それなんですか。これ心臓です。あ、心臓ですね。はい、これ気持ちいいね。バリバリっすね。でこれエラですね。でこれが歯です。歯ですか。うん、ここでだから魚噛み砕くとですね。はい、これエラです。7つ道具ですね。エラですね。でこれが胃袋です。はい。でこれが腸と卵巣ですね。卵ですね。腸です。でこれがですね、卵巣ですね。あとはもうこれ常備なんですね。でも一番あんこは一番前のメインはこれです。そうですよね。これですよ。OKです。でもあとこの辺はだしね、捨てるとこはないんでですね、あんこは。はい。あ、これもうおろしてみる。さっき俺、この歯はもう凶暴な歯ですね。
バット1枚ください。怖いんで。珍しいけどブランドです。何キロですか？これは12キロです。油びっとりです。すごい油。これ全部油。すごいですね。すごいや。これ肝臓ですか？これ肝臓ですね。すごいですね。
塩もらっていい？天草産の車エビでございます。先ほどまでいけすで泳いでおりましたので、半生でもお召し上がりいただけますし、しっかりと焼いていただいて、頭から皮ごとお召し上がりいただけます。動いてるね。先ほどまで。違う。いや違う。ビーガンその新鮮さ。こちらのお塩のお味ついておりますので、そのままお召し上がりください。映画の労働者みたいにやるんですか。確かに。はい、本当。熱い。うまい。いろんなところに刺さってます。こちらがホタテ、カンパチ、タイ、ブロッコリーの明太マヨあえ、手作りのごま丼。半生がいいね。半生いいっす。
兄さん別に文句ね、行くけんさ、まあ早く帰ってあげる日も作ってあげると。だってさ、毎回これ話すんだけどさ、俺はもう兄さんのね、気持ちがいや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 。白子ちょうだい。全然帰ってくるよね。お料理お持ちしております。熊本県天草
川牛のサーロインの炭火焼きでございます。こちらから糸島産の又市の塩か辛味噌、刻みわさびをお好みにつけてお召し上がりください。失礼いたします。昆布をいっぱい食べてるウニです。美味しいですよ。薄めでお願いします。一つ薄めでいいですか。はい。ラーメンじゃないじゃん。そう、懐かしいな。そっからよね、でも。感覚がね、俺。はい、カンパティです。あ、違う。あ、そうなんや。出たよ。これやばいね。この座りしたものですので、お塩をつけてお召し上がりください。ぜひ5000円の回。やばいね。これが合計パン。おめでとう。
お願いします。こちらからお鍋ですね。嬉野温泉の湯豆腐と糸島お野菜と糸島豚のしゃぶしゃぶでございます。こちらおかせていただきます。お召し上がり方がですね、こちらお鍋が沸騰しましてからお野菜入れていただきまして、豚をしゃぶしゃぶしてテーブルにあります黄色のラベルのポン酢を使ってお召し上がりください。皮がどんだけ振ったんだけど。お前俺の部下だったら社会人辞めろって言ったぞって言われて、うわマジか離れます。9時半こっちからどっちでも大丈夫。はい、ちゃんぽん。じゃあ、もし、2個いったら。飲めと言われれば明日のことを考えて宇宙の人が酒強いイメージはやめてくれる。バカなやつがいいんだよね。こういうだからもう戻ってきてますからだけどあ、そうかそうかコマの模倣と一緒なんですけど大学の色なんですよね。赤さがどうこう
味しそうだなっていうびっくりするほど美味しかった。伝票も先にそこに出させてもらって。はい。そうです。あれでプロデューサーをしてください。
イカの胸のイカサイズをお願いします。から400弱。単品が400。はい。では本日も一日よろしくお願いします。はい、いかがり。マイさんお願いします。真ん中の方すぐお待ちいたしますのでお待ちください。お肉付け天刺し刺身入ります。
待たせいたしました。揚げあんぱ会席のします。こちらがですね、切った卵米を使った土鍋ご飯となっております。おしゃまずの方失礼いたします。あとはまあご飯が美味しそうだなっていう。前回来た時は土鍋じゃないご飯の定食をいただいて、まあ、あれも十分美味しかったです。ちょっとどうしてもこれが食べたくてびっくりするほど美味しかった。のどぐろの膳のご用意させていただきます。じゃあまず蓋を開けますと、こちらがのどぐろのお刺身でございます。この下のお題に、吉川の棚田米ですね、使用した棚田百選にも選ばれたお米なんですけれども、こちらの土鍋も有田焼の、土鍋を使用しております。このためさせていただきます。ではお楽しみください。で最後にお出汁をご用意させていただきますので、お出汁とのどぐろのお刺身をぜひいただけまして、最後締めてお召し上がりくださいませ。失礼します。お出汁でございます。
願いします。はいよ。お願いします。お願いします。はいよ。これ今日大丈夫ですか？狙い出てくる。はい。あ、そちらに。
点があるよ。ふんわりキャンプで。はい、疲れました。今から戻します。よ。入ったんですか。入りました。25以下でも。16もあるんです。さらに行きましたね。15
英語から行きました。C17 コースいかがあります。ケーキのお味噌汁は一つください。ちら北海道産の生ホタテです。もう絶品ですね。最高です。もっと知ってほしいっていう思いから始めたのが大きいですね。そう、台風来てる。だからお客さんが全然いないし、市場の方もちょっと今すっからかんな感じです。時間があるときはこうやって読んだりして、なんかこう一緒に楽しむみたいな感じなんですけど。今日エビついてるんですよ。さっきここでね、購入してきました。
何買ってきたんですか？手巻きに使う海苔とか、あと昆布締めに使う昆布、市場で一通り揃えるんですけど。あれですね、今日は2個、らしいですけど。上ペって外したところだけが赤身ですね。背中側なんで大トロはないですけど。料理人歴何年ですか？16年ぐらいですかね。これはすぐそこで締めてもらった島味ですね。水道でガーッとやったりするんですけど、今暑くて水道が熱いので氷水でやったり。新鮮で硬くて噛み切れないし、醤油弾いちゃうので細かく切れ目入れて。そうですね、おかみさんの日は特に多いですね。ファンの方とか。
隣に魚飯さんっていう貝の専門店があって、そこから毎朝ホタテ買ってますね。なんかあれですか、どんな感じ？中田です。はい、ありがとうございました。営業中もちょっと撮る感じで、ここのお店自体がなんかちょっと配信しながらやってたりするのもあって、そういうお客さんとかは結構やっぱりやっぱカメラとか入るよねっていうご理解が多分ある方が多いので、すごく聞いてますね。水鳥とかこの辺でとか聞いてますね。私もね、じゃないですか。これ切れ端とか残ったやつをちょっとミニ海鮮丼で丼を。11時予約の1名様が小麦が NG になってる。はい。そうですね。天ぷらが食べれないお客さんがいるんで、つまみの盛り合わせで、勘弁してもらおうかな。TikTok とか SNS 始められたきっかけって何ですか？そうですね、もともとここのお店で配信をしてたわけじゃなくて、魚介つけ麺うねりっていう系列店があるんですけど、そっちの方でちょっとやっぱ集客に困ってたんですよね。お客さん来ないって、ビルの中でも真ん中ぐらいのお店なので、端のお店ほど認知されないんですね。でその時にちょっと TikTok やってみようって思ったのがちょうど2年ぐらい前なんですけど、そこからやっぱり配信しながら、ちょっとお客さんの顔映らないように配信しながら接客するっていうスタイルをしていって、それを見た方が近くの方が食べに来てくださったりっていうので、やっぱりもっと知ってほしいっていう思いから始めたのが大きいですね。遠方からも来てくれるようになったので、すごいやっぱりやってよかったなって思いますし、やっぱりそれによってこの柳橋っていう場所を知っていただく、市場の中を知っていただくっていうのもすごく大きいなと思いました。はい、おかみさん歴はどれぐらいになるんですか？そうですね、今年で10年目ですね。10年になります。はい、そうですね、一応身内がやって
ってまして、で私は一応会社内の専務取締役になるんですけど、おかみとして、そして寿司職人の握り手としてっていうのが今一応1年目になります。はい、それまではやっぱりちょっと接客メインだったりとか、他の店をちょっとぐるぐる回ってっていう形で携わらせていただいてます。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございます。どうも。島味の握りですね。ヒラメの握りですね。そしてホタテを握っていきたいと思います。すいません。こちら北海道産の生ホタテです。市場内のね、右大臣さんというところのだし巻き卵になります。こちらが三重県産の中トロになりますね。金目鯛になりますね。今日エビついてるんですよ。さっきここでね、購入してきました。ちょっと面白いなと思って。今日は結構あれなんですけど、みんな多分ご移動されたんだろうなと思ってね。怖いですよね、雨とか。お電話ありがとうございます。日本の海柳橋店です。始めちゃいます。ごめんね、たくちゃん、付け直ししました。赤お茶さんありがとう。時間があるときはこうやって読んだりして、なんかこう一緒に楽しむみたいな感じなんですけど。そう、台風来てる。だからお客さんが全然いないし、市場の方もちょっと今すっからかんな感じです。なんかテレビでちょっとやっぱそうやって配信しながら寿司握ってるっていうのを宣伝していただいたときに、やっぱりそれを知ってて来てくださるお客さんもちょっと増えてきたので、開店してそれこそ何ヶ月かそんなでしたけど、やっぱだんだんお客さんの日増えてきましたので、結構お断りしたりとかもあるみたいですね。忙しい。いらっしゃいませ。はい、どうぞ。ありがとうございます。いや、久しぶりですよ。3日ぶりぐらい。
島味ですね。愛媛県産になります。ありがとう。どうぞ。愛知県産のヒラメの握りになりますね。ヤングコーンの天ぷらです。はい。アワビの柔らかみですね。お手前にあるのが肝になります。こちらもご賞味ください。天むすの話しとったちっちゃいチャーハン赤エビの昆布締めですね。します。ありがとうございます。覚えてない。全然覚えてない。だし巻き卵です。で、右大臣さんのだし巻き卵になりますね。熱いのでお気をつけください。こちらが中東ですね。三重県産になります。ちょっといいですか。こちらからすいません。金目鯛になりますね。ちょっと表面が炙ってありまして、お塩で仕上げてあります。明太子の天ぷらとモンゴイカの天ぷらです。なんかお刺身だとちょっとあれだ。ぬるぬるです。わかんないもん。いや美味しい。ここ何で知りましたか？インスタで。そうなん、お味の方どうですか？いや、めっちゃうまかったです。よかったです。ありがとうございます。すいません、締めのイカまず失礼します。ありがとうございます。こちらが海ぶどうと赤身の手巻きですね。はい、はい、そのままお食事ください。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。
きい声で喉の中にや。島味ですね。愛媛県産です。よく来られるんですか？だいぶ来てるね。だいぶ来てますね。 4月4日が初めてで、それから多分10回近くだね。あれですね。そう、セイム一緒です。はい、ご来店ありがとうございます。こちらから失礼しますね。島味になります。こちらが愛媛県産になります。煮切り塗ってありますので、そのままお食事ください。お願いします。島味うまかった。もう絶品ですね。食事のせいです。私はね、やってないんですよ、そっちは。2つあるね。手でも OK です。手で食べると。確かちょっとお上品です。ホタテになります。この状のところでは8秒が S とか大事ですね。髪の毛。すいません。金目鯛ですね。はい。ちょっと上にね、置かせていただきます。もう一回。あ、すいません。ありがとうございます。アワビ。昨日は朝日ゼロで実況。上にちょっと置かせていただきますね。アワビの柔らか煮になります。それ手前にあるのが肝になります。だいぶって言ったら少し3歳いかないかな。ああいうような仕事です。人が亡くなってさ、袋切ってレンチンするじゃん。でそこに冷蔵庫に冷やしてあるの、レトルト。もうあと最後締めの一貫が来て終わりになります。どうぞ。その人が多分連れてくる。めっちゃ楽しみにしてます。結構組み合わせがちょっと珍しい感じになってますので、海ぶどうと赤身の手巻きです。どうぞ。もう初めてあるのか。確かに。
ですか？納期ですからね。そうです。先に帰られる。ね、すごいよ。炒め物とかめっちゃ出てくる。一回だから悪くはないでしょ。新卒の。めっちゃいいツーショットや。ありがとうございました。またお待ちしてますね。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。とても楽しい撮影で、こちらもなんかすごいリラックスしてできましたので、ありがとうございます。おいしそうせー。ご予約ですか？島、長崎。天才。うわ、天才すぎ。天才してごらんなこちら。はい、どうぞ。はい、入れたね今。はい、ただいま。すいません、今日がいっぱいなんで、私がこちらからご連絡という形にしかお受けができないんですよ。ご飯できたよ。はい。いただきます。可愛いものだったり、九州のものいっぱい食べていただきたいなって思いで働いてます。ファーストオーダーで白あえレンコンサバショウオールワンメンチとポテサラオールツいただきました。ビラ次しますね。はい。どうぞ。
ワシですか？トロイワシ。トロイワシですね。明太焼き。そうです。塩。ごめん、イワシちゃんのお水止めとってくれん？あ、千葉ですね。銚子ですか？あ、違う、青森。青森なんですね。千葉じゃない。火をつけてお酒を飛ばします。浜の中西商店さんってところ、鰹節専門店なんですけど、はい、この鰹節使って出汁取ってます。このメニューは、お刺身だったらサバの鉄引きって言ってごまサバなんですけど、お客様自身にごま醤油をごますって作っていただくお好みのタレを作るごまサバですね。お酢がけです。はい、ありがとうございます。白あえレンコンサバ醤オールワンメンチとポテサラオール2いただきました。はい、ありがとうございます。
ツブツしてなかった芯っぽくなかった。3から働いてます。ってことは14年14年5年5年すごいですね。年齢バレるじゃないですか。いやいやそうです私は吉塚にある5円っていう居酒屋と、ここと2つですね。
なるほど。ラム肉。はい。なんか入れてもらってめっちゃおもろいっすよ。ほらごめん、それ入れたら天才。それでそれ入れ。あ、ごめんごめん。ありがとうございます。はい、お願いします。盛り上げ上がります。31番さんのしいたけです。47です。今日満席ですか？今日は満席です。料理作るのはじゃあ店長一人ですか？ほとんど。板場に店長がいて、はい、キッチンにアルバイトの人が一人。それで47人分作るんですか？そうです。変なんです。うち炭なんで、はい、置いてしまえば焼けちゃうんで、こちらですね。はい。とはいえどもではありますね。金魚死ぬでしょそれ。水道水入れてるんですか？で
カルテ日記ちゃんとして。日記死んでますもんね。しかも横向くんですね。で、お聞きしたら炭火焼きで食べるけん、そうしてね。いやいや、食えんよ。久保ある。ニキビかもしれない。お疲れ様でした。ありがとうございます。白は多分女です。白は男一匹邪魔なんで殺してきます。これ捨てて、あら汁のお湯沸かしちゃってほしい。半分沸かして、煮込んでいきます。ズッキーニのフライ。ズッキーニフライですか。博多なんで観光の方も多いんで、九州の美味しい食材を炭で表現するっていうお店なので、旬のものだったり九州のものいっぱい食べていただきたいなって思いで働いてます。
とは和牛のメンチカツですね。中にホワイトソースと白味噌かける味で入れてるんで、結構おつまみになるようなメンチカツです。あと単品用の土鍋も持っとってほしい。お米が2種類から選べて、日の光とコシヒカリっていうお米なんですけど、そのお米をお客様に選んでいただいて、あとは、味付きの炊き込みご飯だったらお客様にお好きな具材をお魚だったりとかお野菜だったりとか選んで一緒に炊き合わせてください。白ご飯もできます。炭火焼きだったらとろいわしの明太焼き、油の乗ったいわしの背中に明太子を詰めて、そちらの炭台で焼いてます。ご飯できたよ。いただきます。可愛いもの。一生される。そうですね。大体もうちゃちゃっとできる。そうですね。今日はね、いつもお刺身の盛り合わせとかね、ステーキとかね、食べようって。今日ちょっと時間が。明日はローストビーフにするね。そうね。明太子半々でお願いします。おろしが2種類ございまして、このハムの佃煮になります。いただいて。お出汁の名前、今日はあさりの一番だしと今日はトマトのサラダです。はい。こんばんは。
すいません、今日がいっぱいなんで空き次第こちらからご連絡という形でしかお受けができないんですよ。みんなのお母さんみたいな感じですか？いやでも年的にお姉さんで降りたいんですけど。そうですよね。ご飯の時はお母さんかもしれないですけど。取ってくれ、お味噌汁。はい、
はいただいまはいただいまマイタケいくら 1.5 個いただきますか。はい、ありがとうございます。13番さんお料理上がります。レモンサワーキリンもいいんですけど、いいですか？はい、ごめんなさい。すごいですね。私スタートホールなんですよ。だから全然ホールの方がむしろ得意ぐらい。チーンよりかはホールの方が好きですね。ちなみに土鍋ご飯か白ご飯と炊き込みご飯でお好きな具材お選びいただけますので。こちらのものとかアレルギーございませんか？またお願いいたします。ななちゃん、もう一回今の私に提供して。生おそびになってる。生わさびなので、お醤油に垂らさずサバにつけてお召し上がり。100点。はい、もう一回。島の包み2です。生わさびなので、醤油に垂らさずサバにつけてお召し上がりください。もうね、納豆って絶対違うけど、ビールになりますって置くときにビールになれたらいいよ。おしぼりになります。おしぼりじゃなかったらいいよ。そのなったるけんわさびになりますじゃなくてわさび。はい、お願いします。それが3番さんです。はい。周りからふつふつしてきたら中火にして5分かけて5分経ったら
とろ火にして3分、それが終わったら火を消して5分蒸します。お願いします。2名様ですね。はい、ありがとうございます。お席大丈夫なので、カウンターかテーブルどちらがよろしいですか？はい、お願いします。まいたけ。はい。これがサワラまいたけ。わかりません。久しぶりですね。マグロとイカとタイとカツ。カツオとサワラ、福岡のサワラ、五島のカツオ、長崎のタイ、対馬のマグロ、福岡のアオリイカ、福岡、五島、対馬、長崎。天才。うわ、天才すぎん。天才すぎん。天才しかおらんなこちら。取り分け用に初3枚ですか？あ、よかった。ファーストオーダーいただきます。焼き芋とポテサラと確認してきます。はい。炭酸のお料理になります。入れたら天才。ドリンカーの子がっていう時。そってね。
お願いします。3番さんの土鍋上がり美味しいですよ。